どうも翔太郎です。いや皆さん、歌ってみたとかのミックスをするためにボーカルをコンプとか EQ とかで処理してバッチリになったと思って実際混ぜてみると、なんかやっぱり浮いたりとか埋もれたりとかしちゃうってことありませんか？なんとか馴染ませようと思ってリバーブをかけてみたりしても、なんかかけすぎてお風呂屋さんにいるような感じとかになったりすることってありますよね。昔の僕がまさにそうでした。今日は歌ってみたシリーズ第2回目として、これらの問題を解決する秘策をお伝えします。もう全然難しいことじゃなくて、ただ知ってるかどうかだけで差がつく技術なので、ぜひしっかり学んで他の人と差をつけちゃいましょう。前回に引き続きこのシリーズで使用する楽曲のデータを LINE 公式からプレゼントしています。受け取り方は動画の一番最後にご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。あとご質問がありましたらコメントの方にお願いします。それでは行こう。はい、今回歌ってみたのボーカルミックスシリーズ第2回目ですね。前回の動画をご覧になってない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご覧いただいてから今回のものをご覧ください。前回はそもそもボーカルミックスが何かっていうお話と、プラグインを使ってボーカルを処理していく流れをお伝えしました。でもその状態ではまだインストとちょっと馴染みが良くなかったですよね。今日はそのインストと馴染ませるっていうお話をしていきたいと思います。今回の処理をやることでボーカルとオケが混ざりやすくなっていくんで、一つ一つの工程をしっかり確認しながらご覧ください。で、前回同様なんですけど、今回はあえてボーカルの隙間のないインストを使います。あとはボーカルのピッチ編集とかノイズ除去っていうのは別の動画で解説したいと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。で、今回もまずこういう問いから考えていきたいと思います。ボーカルを整えたのに、前回整えましたよね。なのになぜインストと馴染まないのかっていう問いですね。これ不思議ですよね。インストに馴染ませるためにボーカルを EQ とかコンプとかいろいろ使って整えたのに馴染まないですよね。これなんでなんでしょうか？その理由がこちらですね。ボーカルの居場所作りと、あと空間のデザインをやってないからなんですね。前回の動画で出したパズルの図を思い浮かべてほしいんですけど、あのパズルの図は最後のピースの場所がバチッと空いていたんですけど、あそこがそもそも空いていないっていうことがあるんですね。その場合はボーカルの方を整えただけだと浮いてしまったりとかうまく馴染まなかったりすることがあるので、そこの部分をしっかり開けてあげるっていう必要がある場合があるんですね。で、あとは馴染ませるっていう意味では空間系のデザインをしっかりやるってことも必要になります。やっぱり空間系を一切かけていないとドライな感じになっちゃったりとかしますし、逆にめちゃめちゃかけすぎると全然空気感が違って逆に変な感じになっちゃったりとかもあるので、その辺をしっかりと処理していきます。で、今回はインスト側の EQ を使って居場所作りをしてあげるっていうのと、あとはリバーブとディレイをボーカルにかけていく、あとはリバーブのダッキングっていうお話までしていきたいと思います。で、今回の処理の前にインストの処理が本当に必要かっていうのを一旦ボーカルを混ぜてみて判断するっていう工程を持っておくといいかなと思います。適切にミックスされているインストだとボーカルが入る隙間がしっかりあるので、インスト側の処理がそんなに必要ないっていう場合もあるんですね。なんで念のためそれを確認しておけば不必要な作業しなくてよくなりますんで、作業開始前にそれが必要なのかっていうチェックをすると良かったなと思います。で、そのやり方なんですけど、もう単純にボーカルをインストに乗せて聞くっていうことですね。で、それでしっかり馴染む場合はインスト側の処理はもう不要だということです。で、浮いたり埋もれたりするような場合はボーカルの居場所を作る必要があるっていう判断をします。で、毎回これやるのって結構めんどくさいと思うんですけど、慣れてくるとインスト聞いた時点である程度判断できるようになっていきますんで、最初は毎回これをやってみつつ、よくわかんない場合は一回インストの処理もやってみて、不必要か必要じゃないかっていうのをその時点で判断するっていうのもありかなと思います。で、この感覚をしっかり身につけていくとですね、こういう歌ってみたミックスじゃなくて、楽器のパラデータからミックスするような時も、ボーカルをしっかり開けていくっていうような感覚が身についていくので、インスト側にボーカルの居場所があるのかないのかっていう視点を持った聞き方も今後やっていくといいんじゃないかなと思います。で、今日の3工程はこんな感じになります。1つ目はインスト側にボーカルの居場所を開けるっていう作業になりますね。これはダイナミック EQ を使って作業していきます。で、2つ目、空間を作るですね。
リバーブとディレイをボーカルのトラックに対して適用していくことで、インストとの馴染みを良くしていくっていう作業になります。で、最後、最近結構流行ってるんですけど、リバーブをそのまま聴かせるんじゃなくて、リバーブをボーカルが鳴っている間だけダッキングさせることによって、ボーカルがリバーブに埋もれないようにして、かといってリバーブ感がしっかりあるように聞かすっていうことができるので、そのやり方もお伝えしていきたいと思います。実は今っぽいミックスを作るのに、この3番目のリバーブをダッキングさせるっていうのがめちゃくちゃ重要なんで、ここしっかり聞くようにしてください。では次からこの3工程を実際の作業画面をお見せしながら解説していきますので、ぜひご覧ください。はい、それでは今から実演を見ていただきたいと思います。まずはインスト側にボーカルの居場所を開けるっていう作業になるんですけど、これにはダイナミック EQ にボーカルをサイドチェーンとして入力して処理するっていう方法を使いたいと思います。で、これちょっとわかりにくいかと思うので、図を用意したのでこちらをご覧ください。はい、こちらの図ですね。ボーカルをトリガーにして2ミックスをダッキングっていうことなんですけど、まずここにボーカルと2ミックスのインストがあります。で、ボーカルは普通に通常の音声としてミックスのアウトに行きます。そして2ミックスの音声の方にダイナミック EQ というのをインサートします。ファブフィルターのプロ Q3 を今回は使いたいと思います。で、ダイナミック EQ で処理された音がそのままアウトに行って混ざって出力されるということになるんですけど、ここで大事なのがこのボーカルから出ているこの点線ですね。サイドチェーン信号といってボーカルのオグジュアリーとかから出すんですけど、通常の信号とは別に出力して、これをダイナミック EQ の方のサイドチェーンの入力っていうところに入れます。で、そうすると何が起こるかっていうと、ダイナミック EQ は各帯域のスレッショルドレベルに応じて EQ 処理がされるっていうものになるんですけど、そのスレッショルドレベルの感知をするのを、このサイドチェーンから入力された信号のレベルを感知して、それがスレッショルドレベルより高かったらダイナミック EQ を作動させるみたいな感じのものになります。なので、ボーカルの信号が入力されない限りは、何も作動しないんですね。ボーカルがサイドチェーンに入力されたタイミングだけダイナミック EQ が作動するということになります。では実際の画面を見て確認していきましょう。はい、こちらですね。すでに設定はしてあるんですけど、インスト側の方にプロ Q3 を指してあります。今回はこれをダイナミック EQ として使いたいと思います。そしてボーカルの方ですね。ボーカルのバスですね。ここの方に31っていうバスに送って、これがその出力になるんですけど、この31のバスに送った音が、このサイドチェーンの入力ですね。プロツールスでいうとここなんですけど、各 DAW によってこれ入力する場所が違いますんで、それぞれの DAW で確認してください。で、ここで同じ31に送ってあります。で、0デシで送ってあるので、ここで再生された音がそのままサイドチェーンに入るということになります。で、プロ Q3 便利なのが、ここですね。アナライザーっていうのがあるんですけど、ここをクリックしていただくと、このように同じプロ Q3 ならプロ Q3、プロ Q4 ならプロ Q4 がインサートされているトラックが出てきます。これはインスト側のプロ Q3 なんですけど、ここでボーカルバスの方に挿したプロ Q3 のアナライザーをここで表示させるようにしています。ちなみにこの表示させるアナライザーなんですけど、ボーカルバスの方の一番最終段にプロ Q3 を挿していて、ここでは何もやってないんですけど、全部の処理が終わった後、つまり一番最終段ですね。これのアナライザーを表示させるために最終段にプロ Q3 を挿しています。で、このアナライザーをこちらのインスト側のアナライザーの方に表示させるようにしたいと思います。ではまずインスト側の方何も処理していない状態でアナライザーがかぶさって表示されるところを見てみたいと思います。では流してみます。今見ていただくとこの白い線、紫のところですねと赤い線が出てると思うんですけど、赤い線の方がボーカル、こちらの紫、白い線ですね、白い線の方がインストになります。そしてこの帯域がかぶっている場所がこのようにちょっと赤く表示されているの分かりますかね。ここがかぶっている帯域なので、こういう部分をカットしていくということになります。では実際ダイナミック域を適用した状態をビフォーアフターで見ていきましょう。サビのあたりが分かりやすいのでそのあたりで確認していきます。まずビフォー。
だとボーカルがいる場所に楽器も存在していて、ちょっとぶつかっているような感じがありますね。じゃあこれに対してダイナミック EQ を適用していきます。はい、このようにボーカルの隙間が空いて、ボーカルがオケからくっきり浮き上がってくるような感じが出たんじゃないかなと思います。で、この状態だと、ちょっとまだ馴染んでいるというよりは、ちょっとボーカルの場所が空きましたっていう感じがするので、ここからさらにボーカルがもうちょっと馴染むような形にインスト側を調整していきたいと思います。で、インスト側の調整の2つ目なんですけど、これはやる場合とやらない場合があるんですけど、今回このインストの方を作るにあたってボーカルの居場所をあえて埋めるためにローミッドをちょっと多めに入れて作ったんですね。なんでちょっとさっきのダイナミック EQ では少しカットしきれなかったローミッドがあるので、そこを少しカットして、であと高音の方も少し足してあります。でこれをビフォーアフターで聞いていきます。ではアフター。ですかね、さっきより全体的にちょっとスッキリ感も増して上も上げているので、単純にさっきダイナミック EQ を適用した段階よりも少しだけオケの方も前面に出てくる感じもあって、少しボーカルとの距離感が良くなったんじゃないかなと思います。で、インストトラックの最後ですね。これ実は僕はチートプラグインだと思ってるんですけど、そんなに使ってる方は見ないんですけど、実はかなり使えるプラグインなんでご紹介いたします。でこのプラグインは Waves の Shapes Parallel Particles っていうプラグインなんですけど、わずかこの4つのノブを操作するだけで音に厚みとかツヤとか存在感とかを与えることができるプラグインになってます。個人的に言うと超ハイレベルなマスタリングエンジニアの方がやられる技術が4つのノブだけで手に入っちゃうみたいなイメージを持っています。今回はプロ Q3 でダッキングした時になんとなくインストの方のパワー感とかそういうものがちょっと失われちゃった感じがしたので、その辺を加える用途で使っています。で使ったのはこのバイトっていうものとスティックっていうものなんですけど、このバイトっていうつまみはハイミッドあたりですかね。なんとなくこう音響的にエモーショナルな部分がこうグッと前に出てくるような印象になります。でこっちの方はいわゆるローミッドですかね。音に厚みとか太さを追加してくれることができます。なんで今回はプロ Q3 の方でちょっと削ってしまった部分をですね、ここでなんとなくサポートする感じになります。で今回はこの2つだけなんですけど、それぞれどんな音がするか聞いてみましょうか。ではまずバイトの方。どうですかね、こんな感じで結構ガラッと変わりますよね。でこっちのスティックの方も聞いてみますね。さっきのバイトよりは分かりにくいかもしれないんですけど、太さがこう加わっていくような感じが分かったかなと思います。今回このエアーとサブに関しては使ってないので今回割愛します。ちなみにこのエアーの方は高音域、サブの方は低音域と思っていただければ大丈夫です。ではこれを適用した状態をビフォーアフターで聞いていきます。で実際本当にこれぐらいなんですよね。ほんのちょっとなんですけど、これでもだいぶ印象変わりますんで聞いてみてください。ではまずビフォー。はい、ではアフター。
どうですかね、わずかな違いなんですけど、ボーカルはしっかり立ちつつ、オケもしっかりとした印象になってくれたんじゃないかなと思います。でこれでインストの処理が完了しましたので、ボーカルをミュートしてインストだけのビフォーアフター聞いていただきたいと思います。まずビフォー。でアフター。どうですかね、インスト単体で聞いてもだいぶ印象が変わったかなと思います。はい、ではここからはボーカルにリバーブとディレイを追加していくっていう作業になります。ではまずリバーブの方を追加していきたいと思います。リバーブなんですけど、リバーブは基本的には何でも大丈夫です。僕はレキシコンのリバーブが好きなんで UAD のレキシコンのリバーブとかよく使ったりはしています。リバーブをかける際の一つ注意点なんですけど、詳しくはリバーブの深掘りの動画の方でちゃんとお伝えしようと思うんですけど、このプリディレイですね、このプリディレイを0にしているとですね、リバーブがかかっているかかかっていないのかがすごい認識しづらいっていう事態が起こります。なのでプリディレイは少し上げるようにしておいてください。場合によるんですけど、20ミリセックとかより上とかそれぐらいだったらいいんじゃないかなと思います。これはもう楽曲によるので、どれぐらいがいいかっていう正解はありません。なので自分の耳でしっかり確認して一番ちょうどいいぐらいのプリディレイを設定するようにしましょう。で今回は UAD のレキシコン224っていうリバーブを使っていきたいと思います。ホールリバーブを適用してあります。それに対して EQ を処理しています。EQ でローとハイをカットして、必要な部分だけが鳴るような形にしております。このコンプレッサーに関してはちょっと後ほどお伝えします。一旦オフにしておきます。そしてその後 S1 のステレオイメージャーですね。でステレオイメージャーでリバーブを広く広げるっていうのを僕ちょっとよくやるので今回もやっています。でステレオの広がりを出すつまみはこの With というつまみですね。でこれ僕ずっとワイズだと思ってたんですけど、どうやらワイズっていう発音ではないらしいですね。with の方が正しいようです。でこのつまみを少し上げます。ただこのつまみ上げすぎると位相がすごく乱れてきて聞きづらい音になってしまいますので、僕は 1.2 ぐらいをマックスぐらいな感覚でとどめております。たまにもうちょっと上げることもありますけどね。でもあんまり上げすぎ注意です。で先導の送りのレベルなんですけど、プラグインの使用上プラグインにある程度の音量を入れた方がより適切な処理をしてくれますので、このリターンの方のボリュームをちょっと下げた状態でこっちの送りの音量を上げ目にするっていうのを僕はおすすめしています。ではこれでリバーブのビフォーアフターで聞いていきたいと思います。まずビフォー。小田急線の改札を抜ける。でアフター。一人きり小田急線の改札を抜ける。はい、これでリバーブがかかりましたね。しっかり空間が広がっているのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。ただこれだとちょっとお風呂屋さんみたいな感じなっちゃいましたよね。リバーブの存在感が大きすぎてなんか全体的にふわっとしてますし、ちょっとボーカルの抜け感も悪くなっちゃうような感じがありますね。なのでこれを解消していく処理をしたいと思います。 LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中。ここからが現代のミックスで重要なリバーブのダッキングっていうお話になります。さっきちょっと一旦スルーしたリバーブに入れたコンプレッサーですね。こちらを使ってリバーブの音をボーカルをトリガーとしてダッキングしていきたいと思います。こちらのお話もですね、先ほどのインストのダイナミック EQ のダッキングと同じような感じで図を用意しましたので一旦解説を見ていただきます。はい、こちらですね。ボーカルをトリガーにしてリバーブをダッキングってやつですね。これはボーカルをまず用意して、これのドライ音は普通に2ミックスにアウトされます。で、それとは別にボーカルのセンドの部分からリバーブへの送りですねが入りまして、ここでリバーブが生成されて、それが通常であればそのままリバーブ音として出力される。今の現状の状態はこのコンプレッサーがない状態なんで、
このまま出力されてリバーブ音がアウトプットの方に入って、そこで混ぜられて今みたいな感じになっているって感じですね。でここにリバーブのところにですねコンプレッサーをインサートしました。で単純にコンプレッサーをインサートするとリバーブのレベルに対してコンプがかかっていっちゃうので、ボーカルが鳴ってる時だけリバーブをコンプで抑えたいということになります。でそこで使用するのが先ほどと同じようにサイドチェーン信号ですね。サイドチェーンを出してこれを外部サイドチェーンのとこに入れます。でそうするとボーカルの入力レベルに応じてボーカルが入ってきたタイミングだけリバーブの音量を抑える。いなくなったらまた戻す。みたいな形で処理することが可能になります。こうすると、ボーカルはしっかりくっきりしているのに、リバーブ感もしっかりあるような形になります。洋楽っぽいミックスとかにはこれはかなり対応されていて、で最近では、結構日本の音楽でもこれをよく使ってるかなと思います。たまにご質問にあるプロのリバーブの感じとアマチュアのリバーブの感じがちょっと違うかもみたいな質問があったりするんですけど、結構これが理由だったりすることもあります。なのでこの動作を実際見ていきたいと思います。はい。ではもうリバーブはかかっていますんで、サイドチェーンのダッキングの部分だけ見ていきたいと思います。さっき使ったですね、このバス31に送ったボーカルのサイドチェーンの信号ですね。これをそのままリバーブのところにインサートしたコンプレッサーのサイドチェーン入力のところにアサインします。でこの状態でコンプレッサーをかけていくとスレッショルドの判定がボーカルのレベルに対して判定されるっていうことになります。でリバーブダッキングの時のコツなんですけど、アタックタイムを最速にするといいんじゃないかなと思います。アタックタイムが遅いとボーカルが入った後にリバーブがダッキングされるまでにちょっと時間がかかるっていう感じになっちゃうんで、極力早い段階で落としていきたいので早めに設定しています。リリースは楽曲にもよるんですけど、僕は割とリリース早めにしちゃうのが好きなのでそういう設定にしています。人によってはもうちょっと遅い方が心地いいっていう場合もあると思うんで、ここは適宜調整してみるといいかなと思います。今回はちょっと早めで設定していきたいと思います。ではこの状態でダッキングありなしで比較していきたいと思います。まずダッキングなし。小田急線の改札を抜ける。ダッキングあり。一人きり小田急線の改札を抜ける。どうですかね。ボーカルは結構くっきり前に出てくる感じがあるんですけど、リバーブ感もしっかりあるっていう風に聞こえませんかね。さっきリバーブだけの状態ですごいお風呂屋さんのような状態にあえてしていたのは、このダッキングをさせるためにあえて深めのリバーブにしていたんですね。これ最初のリバーブが結構薄いとダッキングした時にすごいリバーブ感が薄く感じてしまうので、ダッキングさせる時は通常よりも少しリバーブ感多めの状態からスタートするといいんじゃないかなと思います。では最後ディレイになります。チャンネルの方にも 189ms のディレイっていうのを入れたんですけど、これとはまた別によく J-POP とかではよく聞かれるんですけど、サビとか盛り上がるとこに不点8分のタイミングでピンポンディレイっていう左右にこう交互になるディレイを入れるっていうのが結構上等手段となってますんで、今回もそれをやっていきたいと思います。このディレイを入れるとなんとなく派手に聞こえるっていう効果があります。ちょっと言語化が下手くそすぎて申し訳ないんですけど、でディレイは何でもいいんですけど、今回も H ディレイを使いたいと思います。H ディレイでタイミングは 0.8 分のタイミングですね。でこのピンポンってやつを入れて、で音質の方もちょっと調整してはいます。でこれはチャンネルの方にインサートするんじゃなくて、この鮮度の方でやりたいと思います。このインサートでやるか鮮度でやるかっていうお話に関しては、ディレイとかリバーブの深掘りの講義の時に詳しくやっていきたいと思います。これもチャンネルのレベルはマイナス12まで落としております。このサビがある部分ですね。このサビがある部分にだけかかるように鮮度の送りをミュートしてサビのところだけミュートが解除されるような形に設定しています。これもビフォーアフターで聞いていきたいと思います。アフター。
ちょっと分かりにくい可能性もありますので、ボーカルソロでも聴いていきたいと思います。ベランダから眺める新宿のビル街が星座のように輝いた。いかがですかね。オケの中ではあんまり聞こえないんですけど、こういう聞こえるか聞こえないかぐらいのリバーブがこう入ってるか入ってないかとかで結構プロっぽさが変わってきたりするんで、ぜひ試してみてください。では前回までのミックスの状態と視聴比較をしていきたいと思います。まず前回までのミックス。一人きり小田急線の改札を抜ける憧れた日々からは少し離れてる。明るい夜空見上げても星は見えないけれど、ベランダから眺める新宿のビル街が星座のように輝いた。君は一人じゃないんだと言ってくれた気がした。はい、では今日の時点のミックス。一人きり小田急線の改札を抜ける憧れた日々からは少し離れてる。明るい夜空見上げても星は見えないけれど、ベランダから眺める新宿のビル街が星座のように輝いた。君は一人じゃないんだと言ってくれた気がした。いかがですかね。ボーカルの処理に関しては前回と同じなんですけど、今回の処理をすることでボーカルがオケとしっかり馴染んでいるのがお分かりいただけたかなと思います。でこれでインストと混ざったんですけど、実はミックスのメインの作業はこれじゃないんですね。本当に重要な作業は次回お話しさせていただきます。では今日のまとめですね。インスト側の処理が必要かどうかっていう判断軸を持つようにしましょう。これをやっていくことによって今後歌ってみただけじゃなくてインストのミックスからやるような場合にもオケに対してボーカルの居場所を作るっていうような感覚を持つことができるようになるんで、ぜひ今作業中のインストがボーカルの居場所があるのかなないのかなっていう判断を持つようにしてください。でインスト側の処理が必要な場合はそこにボーカルの居場所をしっかり作って空間系を使ってしっかりなじませるっていうようにしましょう。で何度も言いますけど、ここから先がミックスのメインの作業です。次回ボリュームオートメーションっていうのをお伝えするんですけど、それがミックスのメインの作業になりますんで、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。あとはボリュームオートメーションの他にも軽くマスター処理のあたりに関しても触れていきたいと思いますんで、ぜひお楽しみにしておいてください。で前回同様なんですけど、今回使用した楽曲データを LINE 公式でプレゼントしてます。プレゼント内容はインストデータとボーカルのパラデータ、あとミックス前の2ミックスですね。あとはミックス完了後の2ミックスです。このシリーズ完了後っていう状態ですね。で受け取り方法は LINE 公式に登録していただいて、歌ってみたミックスっていう文言だけをトークルームで送ってください。そうすると自動的にすぐ届きますので、ぜひ受け取ってみてください。今回のインストデータはあえてボーカルの居場所がない状態にしてありますんで、ボーカルの居場所を作るっていう練習にはもってこいかなと思いますんで、ぜひ受け取って練習してみてください。あとご質問がありましたら
ぜひコメント欄の方にどうぞ。皆様のご質問が他の方の学びにもなったりしますんで、ぜひ遠慮なく書き込んでください。ちなみにこの歌ってみたボーカルミックスシリーズも皆様にコメントいただいたことでやることになりました。なので今後こんな企画やってほしいとかも書き込んでくれたら動画制作の参考にさせていただきます。皆様からのコメントやいいねいただくと僕のモチベーションめちゃくちゃ上がりますんで、ぜひガンガンしてくれると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。